エンバーボーン。アップデート7。ダイナマイトで地面を吹き飛ばし穴を掘り地下農園を作り上げた我らがビーバー。絵的に地味で辛い作業を乗り越え新たな食品の生産も開始し食の不安は消え去った。では町の建設を始めるぞー。さて地下農園とかいう地味な工事はもう飽きた。今回はがっつり建設したいねー。この前整地だけして放置してる、トンネル上の開発でも再開しようぜ。あいよ。とその前に土砂の在庫がいっぱいなので土砂倉庫を一段追加。異常な建設速度のビーバー、これくらいなら秒で終わるぜ。文字通り秒で終わった。この程度の仕事は朝飯前。ここの上に建設か。なんか土台部分気に入らないから作り直そう。せっかくこの前平らにしたのに。崩落させて基礎から作り直しだ。でこのまま崩落させるとタンクの水をぶちまける大惨事になるので、まずは水を移送。命の水を無駄にはできない。命と同等に重たい水だ。慎重に運び行ってきたりともこぼすな。キモいレベルでビーバーズラー。一匹遅れてるぞ、サボるな。どんくさいビーバー。で開発計画は、一度崩落させて埋め込む感じで倉庫を並べることにしました。崩落範囲と倉庫設置予定場所を測量中。はっはー。わーお。爆破成功、綺麗に大崩落だー。崩れた土砂は下の池にたまらない。これビーバー界の不思議。では崩した部分に突出させ土砂を盛り、基礎工事を始めるぞ。二度手間。こっちの方が楽なんだもん。まっさらなので設計楽ちん。それなりの土砂を使う大工事になりそうだ。倉庫は地下1階と2階両方とも管路を使ってアクセスします。マンションからもさほど遠くない、飯を食うには程よい距離感。逆側も駅を建てるつもりだったけどやっぱやめた。おい。倉庫追加しよ。てなわけで一棟横に追加して、その隣も追加で掘って駅を増設することにしました。うちのレイムさんはいつも行き当たりばったり。ではトンネル上の地下倉庫街、建設開始だー。突出部とか使えばもっと楽に作れそうなのに、トンネル部分は土砂にする匠こだわりの建造物。工事手順をミスってビーバーはまりそうな気がしたので、倉庫部分は一旦設計取り消し。まずは基礎となる土台の完成を目指す。こんな感じでおなしゃーす。作業を円滑に行うため、足場となる突出部と橋のクレーンが追加された。工事の影響で管路も使えん、土砂を担いで長距離ダッシュだ。地味に辛いやつだ。下半身を強化して蹴りで大木をなぎ倒せ。すでにできそうで怖え。こちらが白麗建設お得意の、上からぶん投げ工法でございます。ビーバーの職人技により寸分たがわず目標地点に物資が投げ込まれております。さすがにこれは投げ込めないか。地区から到達できず作業不可。しかしここが完成しないと上も作業できん。こりゃ何らかの足場を用意せねば。奥義、突出部ゴリ押しだー。しょっぽい奥義。しょっぽい言うな、管路の中から隣を工事する高度な建設技術が使われております。さよか。そして土台工事が結構進んだところで、悪潮25日が襲来。最悪とまでは言わないが、25日は長いぜ。ただいまの貯水状況はこんな感じ。微妙？超技術空中トントンで無事土台が完成。異能力ビーバー。それでは走行ほいほいほい。思いのほかサクッと工事が進んでるな。この調子ならあと数日で完成までこぎつけそうだ。こんな感じでおなしゃーす。この倉庫にびっちり食料がねじ込まれたら圧巻だろうな。完成が楽しみだぜ。隙間からチラ見。チラ見エビーバーズラー。前回からの施工忘れに気づいたのず。植林場の近道の管路か、さっさと繋げてやれ。はっは。追加の掘削工事完了。予定になかったけど地上1階も倉庫追加。収納力アップ。やっべ板がなくなりそう。大規模建設でもりもり消費。てなわけで製材所、建てまし。アイアンティスの製材所は生産量多い。フル稼働したらすぐ在庫いっぱいになりそうだ。地上1階のアクセス方法がなかったので管路駅を設置。変なところで欠陥構造。そして屋根とかでデコレーションした完全体がこれだー。大屋根とかついただけでそれっぽくなった。農家さん直通の管路も追加敷設予定。取れたて野菜を産地直送。こりゃビーバーたちの QOL も爆上がりだぜ。あ、ここ繋がってないぞ。これが地下倉庫街だー。叫んでごまかすんじゃねえ。こっそり修正しやがって。動きをつけまっしゅ。まだ生産してない食品もあるけど、とりあえず全種類保管できるようにちまちま設定。
人気食品を甘露駅近くに設定すれば、ビーバーたちも使いやすくていいかもな。うおーおー、丸太と板をぶん投げて、屋根を完成させろおー。ダイナミックな施工技術。誰だこんなところに勝手に墓標なんて建てたやつは、前に起こした労災事故の当てつけか？いえそれはただの建設途中のフェンスです。早とちり。そして倉庫街完成間近で気づく、地下農園の作付け忘れてたと。保管するべき作物の生産忘れてんじゃねえよ。地下倉庫街、完成だかなり高い高度に建設されているのに地下街と呼ぶのはこれ以下に。へこんでるから地下なの、細けいことはいいんだよ。適当だな。忘れてた作付け指示をほいほいほい。これが育てば倉庫もぎっちり埋まるかな？農場の作業範囲切り届いてなかったので駅前に1軒追加。細かい修正入りまーす。倉庫の中がスッカスカ。シャッター商店街みたいに見えてきた。せっかく作ったのに使わんとか許さんぞ。こっちの倉庫の物資、全部運び出せ。自分が設計した倉庫が使われないのが嫌だからと倉庫の引っ越しさせる鬼畜。いいから運べー。100は物資を略奪して拠点へ運び込めー。霊夢の気まぐれで重労働ビーバーズラー。こら一匹遅れてるぞ、キリキリ運べー。リメンバードン臭いビーバー。大豆の在庫も増えてきたので、そろそろ納豆作ろうかと発酵所の建設をし案。でも狭くて建設予定地が定まらぬ。結果パズルみたいに組み合わせて、ぎっちり詰め込むことにしました。これ動力もいるからシャフトとか面倒なんだよな。シャフトは埋める埋没式を採用するのでご安心を。変な段差もなく楽々移動。ワルシオ残り16日でお宝池が陥落。まあお宝池は水源一つしかないから仕方なし。発酵所の移設ついでに管路を設置、追加で食品工場も整理しましょ。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。てなわけで食品工場の増設計画。見た目は悪くないな。でもこれシャフトがつなげんですばい。おバカ。かなり悩んだ結果埋没させればいいじゃんと気づく。発酵所建設ではすぐ埋没法を採用したのにこっちでは気づけない。これがビーバー脳だ。荷物を運ばせてからになった倉庫、意味なく増築しようとしたけど奥の出っ張りが邪魔で建設不可。一見撤去できなさそうに見えるけど、下に足場を設置すればトンネルで掘ることができます。意味のない工事も全力投球。奥側はさらに複雑だったので管路ご利用し、地味に工数多い工事だ。菜種油が在庫いっぱいだったので、大きなタンクを作って移し替え。レーションの大量生産体制が着々と準備されております。さて仕上げに労働者の像を飾りましょ。細かいディティールに気を配る、これが匠のこだわり。食品関連、リニューアル完成だー。とはいえ材料の元マッシュルームはまだ生産してないから、新たな食品は作れないぞ。水耕栽培の存在忘れてた。おい。さて細かい採掘が終わったから走行。ああ、お前なんてタイミングでこっち来るのよ。ビーバー捕まえたね、やったね。こりゃ救助が大変だ。地味に面倒な工事を経て、この後無事救助されました。特に意味はない倉庫の増築、完成だー。ビーバーたちが勝手に荷物を置かないように、不人気食品ベリー専用の設定がされております。そうだ水場も近いし、ここを解体して水耕栽培園にしましょ。若干水不足が怖いがなんとかなるかな？ではこんな感じでおなしゃーす。管路を使って各フロアに簡単アクセス、効率良さそうな作りになったな。じゃ適当に元マッシュルームの生産設定と、量が足りなかったら上に増築だな。皆のものを、水耕栽培園に水を運び込めー。重たい水を階段で運ぶビーバー。正直食料より水の方が大事なので建設するか迷った。まあこれで幸福度が上がれば作業速度上がるから、それでカバーしてくれるんじゃね？お前、暇そうやなー。大規模工事が終わって仕事がないんだよ。ビーバーをつっついてやるなよ。それじゃあ絵面が地味で気が進まないけど、この辺まだ地下農園にできるからやっちゃいますか。倉庫街がいっぱいになるくらいに生産量をアップだぜ。ゆけビーバー、新たなお仕事の始まりだー。アイアンティスのモットーは働くこと、働け、もっと働け。またお前か、遅れてるぞ。3度目のドンくさいビーバー。トリプルダイナマイトで最下層まで掘るぞ。爆薬の設置を進めるのだー。ゲーム内最大速とはいえ早送り再生なしでこの速度、この世界のビーバーたちの技術も極まってきたぜ。設置完了してないけどハッパー。昼間やったらビーバー爆散の大惨事。これで明日は爆破と埋め立ての作業が並行できるね。
地下農園建設するビーバーを眺める日々。トンネルで掘って工事してた頃は苦戦したが、がっつり掘って一番上だけ埋める工法でかなり効率アップしたな。この調子ならあっという間に工事終わるかも。だな。予定していた掘削作業が完了。そう前回うまく緑地化できなかったこの部分、よくよく考えたらちょい工夫で緑地化できそう。そうなん。目の前に高い壁があっても、一箇所空いてれば水は浸透するのでここトンネルで掘れば OK。見事に緑地化成功。今回は水路に繋がってないけど穴開いた場合は静水弁とかねじ込んどきゃ多分平気。これも色々応用できそうだ。さてこの段差はいらなかったので埋め直し。しようとしたらカッサカサ。水路の水が枯渇したか、これじゃ植林できないじゃないか。さもありなん。皆さん、お暇ですかビーバーが暇してる、何かお仕事を用意せねば。貯水池から自動で注水するシステム作った時に、段差ミスったけど強行しちゃった部分、実は前から気になって仕方なかったので、いい機会だし大規模修正工事しましょ。さあ適切な水位にして、水の無駄を減らすぞこりゃ広範囲な地味工事になりそうだ。天然の川を流用したカクカクした水路、これもまっすぐに回収。農地も一旦全破壊になるが、食料めっちゃ余ってるから大丈夫かな？でこの部分が新たな水路の端っこ、静水弁で注水を自動化します。高さをミスらないように要注意だ。夜中にこっそりマングローブの撤去指示。生産量が少なくめったに食べれない高級品。新水路、おい爆破してないの残ってるぞ。この部分見ればわかるけどあえて爆破してないの、変に開通させちゃうと貯水池の水ダダ漏れになっちゃう。一歩間違えば貯水がなくなるのか、こりゃ気をつけて作業しないとだ。で静水弁はこんな感じになりました。夜中にやるなよのツッコミがない？マリサ寝てる？貯水池の水を全部使い切るための地下水道も今回の工事で廃止。これ地下でも細いから水めっちゃ蒸発してそうなんだよな。何度も町を救ってくれた放水場を買いたい。今までクソお世話になりました農地をすべてひっぺがせー。地下農園も軌道に乗り食料は上昇傾向。もうここのうちにしなくていいまであるぜ。もう、段差で管路が綺麗に繋がらん。ぶっ壊して作り直すぞー。垂直管路は一段ずつしか工事できないから地味に時間かかる。緑地部分を増やすため池の部分の埋め立てを開始。貯水量が減るが隣の貯水池に溜まるだけなので問題なし。深夜の花火大会だー。それはガチで迷惑なやつだからやめろ。ごめんちゃい。ご近所迷惑の末新水路が完成。静水弁を設定中。まあぶっちゃけ奥の静水弁だけでも管理できるけどな。そうなの？おい。水位調整が完了したので注水用の地下水路を埋め。道がないと工事できないので一気に作業を進められない難しい現場。こっちの現場は足場作って空中分投げ工法にしましょ。結構な広範囲これはぎっちり埋めるのに手間がかかるぜ。朝日とともに危ねえ、勤勉なビーバーたちのちょうど出勤時間だ。無事労災なく作業成功。緑地範囲限界まで綺麗に整地できました。さあ土砂を運べ今日も一日労働に勤しむのだ。念のために放水場を再設置。まあ平気だと思うが、ビーバー増やした時ヤバくなるかもしれんから一応あった方がいいかな。作業用に作ったこの階段、もう水路工事はないから撤去しましょ。工事に終わりが見え現場の片付けを始める霊虫。その結果がこれである。うっかりミスって壊してもうた。安定のやらかし貯水池の水が少なかったから良かったものの危うく貯水全放出になるとこだったよ。ってワルシオ終了まであと1日じゃん。急いで穴を埋めろ。ワルシを開けたら貯水池の水が全部下流に流れちまうぞ。いのーちの水。さあ貯水池の静水弁の修繕工事は間に合ったか？とりあえず2段は完成したから大丈夫。水が溜まる前に残りも急いで建設だぜ。ではワルシオ25日が終わったところで、街の様子を見て締めましょ。地下倉庫街、まだ半分くらいしか埋まってないが、トウモロコシぎっちりの部分とかなんかテンション上がるな。いい感じ。見た目が地味な、地下農園。お前また作付け指示忘れてるぞ。なんなら地下の駅作るのすら忘れてます。自信満々に言うな。今回緑地に成功した隅っこ。こっちは道がなくて作業止まってんな。後で直しまっしゅ。いい感じに収まった倉庫と水耕栽培園。
あと少しでマッシュルームとモノレーションが、ビーバーたちの食卓に並べられそうだ。先に生産開始した発酵した大豆はもう提供始まってるよ。納豆ビーバー。ぎっちぎちに再配置された食品関連施設。だが過剰生産で一部工場は止まったまま。手動で止めてるのもあるけど、それは生産量と相談して稼働させるよ。では1サイクルだけだけど結構景観が変化したところで、環路を高速移動するビーバーを見つつ今回はここまで。当チャンネルの新目標登録者数10万人のため、チャンネル登録よろしくお願いいたします。現状2万人にも満たないのに大きく出たな。銀の盾が欲しいんだよ。物欲。てなわけでぜひとも登録おなしゃーす。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。